大人のテニス部始まるよ。本日は平行陣でロブで下げられた際のポジショニング3パターンについてお話しします。ダブルスの戦略はロジカルな部分が多いです。ペアとの共通の意識を持ってやることが大切。しっかりなぜそうなのか理解できるとグッド。それではスタート。パターン1、スマッシュをストレートまたはセンターに打った形。まずは動画をさっと見てみましょう。それではじっくり解説します。リターン打って前に出て平行陣、縦ロブで下げられセンターへ打つ。ここにはいろいろな情報が詰まってる。まず、この時点でロブをどちらが取るのかの声かけ。ここで前衛が声かけしてます。その瞬間、こちらの選手は任せます。二人追いはしない。後ろに追いかけるのをすぐやめてる。一瞬だからよく見てください。そしてスマッシュ側は後ろへ下げられ、センターへ打ち返します。では、ペアはその時何してる？スマッシュがオフェンスになるのかディフェンスになるのかを確認。そして次の自分のポジション取りに入る。スマッシュ打つ人は打つ前に相手のポジションの確認。この後のこちら側の動きに注目。スマッシュのコースが分かると同時にポジションへ入っていく。この場合、ペアが打ったスマッシュが相手バックのセンターなので、こちらの鋭角は考えにくい。だから、これが2人の守備範囲。ポジションを取るときは常に打つ人から見て自分たちはどうなのか。スマッシュを打った後の時点で、この人から見たらこちらの陣形はいわゆる逆ポジション。ということは、どこが空いて見えるかな？もうお分かりのようにセンター。このポジションだとまだ相手から打つ範囲は広く見える。だから相手が打つときは自分のリーチを広くするために前へ移動する。この時の守備意識は詰めた人が前を担当。スマッシュを打った人が後ろ担当。前と後ろで守るフォーメーション。ワイドからの返球をセンター、ワイド封じるポジション。このポジションは打つ人から見て空いている場所がない。相手アングル打ってくるけど、このポジションだから余裕で届く。ロブが上がってきたときは、後ろ担当のこの選手が打つよ。この時の前衛は打つコースを遮らないように注意。最後は投資で見てみましょう。こちらも同じパターン。前に出てって平行陣になる。そこからロブが上がってきて後ろに下げられる。ペアはスマッシュ打つ人の状態を見極めてポジション取り始め。スマッシュ打つ人は相手のポジションの確認。スマッシュのコースを確認してポジション取る。そして守備範囲の真ん中へ入っていく。この位置に入ることでセンターもワイドも締まる。この時は返球にロブが来たのでスマッシュ打った人がカバー。もう一つ見てみよう。今度はネット向こうのペアに注目。スマッシュをストレートに打ったから相手から見ると逆ポジション。自分の守備範囲の真ん中へポジション取りに行く。この位置はコート上のセンター占めてると思ってる人がとても多いけど、ワイドも同時に占めてる。ポジションとはセンター占めたらワイドも占まる位置が正しいポジション。センターだけ占めてるポジションは賭けに出ているポジショニング。打ってくる相手から見て空いてるところがない。ワイド、センターともに守備。だけど、センターを守る意識のみだと、相手から見てワイドがガラ空き時刻。あなたがボールを打つときは空いてるところに打ちませんか？このポジションはセンター守ってるようで賭けに出てるポジション。よくやってしまうやつ。気をつけよう。では続きに戻ります。スマッシュの後は、後ろの人が後ろを担当。そして前の人が前を担当します。では、スマッシュをクロスに打った場合のペアのポジションは？オンのをやめて前へとりあえずポジション一度取る。ペアのスマッシュがクロスと認識。自分の守備範囲の真ん中へ入っていく。ちょっと復習。もしこれがストレートだったら前衛のポジションどうなる？
守備範囲はこうなるから前衛はここだよね。合ってたかな？パターンに2人とも後ろへ下がる。手前のペアに注目。2人とも後ろへ下がるバージョン。このパターンを取るときは、ロブを落とすなどして完全にディフェンスになったとき、コートから大きく離れるとき、ディフェンスの王様、2バック、完全な防御体制、前に残ると相手の的になってしまう。このポジションを取るときに重要なのが、スマッシュを打たない人は、必ずここでペアの状態をチェックしましょう。スマッシュが打てない、とてもロブが深い、ペアがウォッチを試みそう。そうなるとディフェンスになるのは確実なので、一緒に下がって防御体勢をとってあげる。この時なるべく深く打ちたい。パターン3、スマッシュ後、ベースラインでステイ。手前のペアに注目。スマッシュ打った人が後ろにステイする形。ここで後ろに下げられる。相手のボールと自分の位置から後ろに下がる方を選択する。では、この時のペアの前衛さんは、初めは追おうとするけど、相手に任せて自分のポジションの準備を始める。スマッシュの方向を確認したら、クロスだからそのまま前へポジション。そしてペアの位置をちゃんと確認する。後衛はステイすることを声かけできるとグッド。前衛も声かけ。相手出てきてるよ。では、投資で見てみましょう。この後、相手ペアがパターン2になるよ。では、パターン1から3使ってるのを何個か見てみよう。これは2人とも下がって2バックになるパターン2。では次どうかな？これはパターン1、ストレートスマッシュとパターン3。もう一度チェックするよ。パターン1、スマッシュがストレート。パターン3、後ろにステイ。次はどうかな？パターン1、スマッシュストレート。手前のペア、パターン2の2バック。奥のペア、パターン1のストレート。これはパターン1のセンターバージョン。前後で守るフォーメーション。平行時になると必ず起きる典型的な形3つ。ペアと共通の認識で動きたい。ご視聴ありがとうございました。インスタグラムでもテニスのいろいろ発信しています。動画が良かった、参考になったと思ったらいいねしてくれると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。See you!